今日はね、フックバックの感想ですね。そうですね、2回見たんですね。土日で2回見まして、もう予告編の段階でね、相当素晴らしいことは、なんか分かっていたので、まあ、その絵がすごいですとか、うまいですとか、なんかそんなんもう当たり前なので、まあそこじゃないところでちょっとね、僕から見て何がすごいのかをですね、ちょっと、話したいなと思います。はい。何がすごいかってね、公開した後に漫画を読んで、実際に見に行かせてもらったんですけど、原作ものって大体ですけど元よりも良くなくなっちゃうことの方が多いんですよ、大体が。だけど元の原作と同じか、まああるいはね、その延長線上で、さらに良くなってるんじゃないかみたいなね、見応えがあるっていうか、大体薄味になっちゃうんですよね。原作が例えば、まあ、100% だとしたら、まあ、よくて 80%、90%、なんかちょっと薄味になっちゃうなとかね。ちょっと、まあ、絵が力がなくなったりとか、なんかこれじゃないよなっていう感がですね、出ちゃうんですけど、いや、すごかったですね。もうなんか、そう。このコマがこうなったか。すごいすごいすごいみたいな感じのが、もう連発みたいな感じで、なんか本当にすごかったんですよ。クリエイターが、少数制だったっていうのもね、もう話題の通りなんですけど、ここはね、アニメ業界あるあるなんですが、人数が増えれば増えるほどですね、絵の管理が難しくなるんですよ。絵の伝言ゲームみたいなもんなんで、それこそ味が薄くなるんですよ。だから少数制というか、ほとんど多分ね、押山監督なんですね。あと井上俊之さんとかね、ほとんどその数名で書いたであろうっていうこともう皆さん知ってるかなとは思うんですけど、まあアニメ業界の仕事ってね、こう人増やしちゃうんだよね。あれは本当俺良くないと思うんですよ。今だったらほら、総作家3人5人、作画監督が10人、原画マンが20人みたいなさ、本当そういうですね、体制に対する本当アンチテーゼにもなってるんですよね。大人数で絵を描けば良くなるかっつうと、どっちかっていうと薄味になってくのね。だからここもすごいって思ったのが、まさにそのルックバックで語られている創作すること、絵を夢中で描くということをクリエイターそのものがですね、自分のテーマとしてやりきってるっていう、これがすごいなと思いましたね。はい。映画の中で夢中で描いてるじゃないですか。なのにお前らやっといてみたいな監督ではまずいわけです。もう、押山監督がもう全部まあ、一番描いたとね、1週間で最後1000枚描いたって、なんかそれ井上俊樹さんだっけが話してたんですけど、まあそんな話がね、聞こえてくるぐらいめちゃくちゃ描いてというその描いてる感じが、これもまあ画面に出てるわけですよ。これもすごいんだよね。はい。作品と作ってる人のスタンスと作る意味とみたいなものが全部ね、連動してるんですよ。だからこう、すごかったですっていうね、もうめちゃくちゃ評判いいですよね。結局ね、意志の強さなんですよ。意志の強さっていうのは、こういう絵にしたい、こういう絵を届けたい、こういう絵を見せたいっていうですね、その圧ですよ、圧。これがゴロッとですね、映像になってるから、その圧力にね、やっぱりみんなね、これやられてるんですよ。あれね、ほんとみんなやりたいことなんですよ。俺のこの原画の絵、みんなに見てほしいなって思ってるんですけど、だけど最終的に出るのって、まあさらにそれを動画マンがなぞった絵なんですよね。じゃあみんなやればいいじゃないかってできないんですよ。それはその手がめちゃくちゃ速い、めちゃくちゃうまい、というのがですね、条件なので、例えば CM とかね、短い作品だったらできるんですけど、あれをね、もう1時間作り切ったっていうのが本当すごいなと思います。はい。テクニカルな問題だけではなくて、意思や意図をですね、どういう風に伝えるかっていうことが、やっぱすごかったかな。いろんなそのアニメ業界の問題点、集団作業の問題点に対するアンチテーゼかなっていうふうには感じましたけどね。僕の場合はその教育という形をとってますけど、そのものの絵を見てほしい。で、なおかつ、僕が直接北塾生さんに対して教えるっていうのもシンプルな構造ですよね。
その間に何十人もいるみたいなそういうのは僕は違うと思ってアニメ主軸やってるわけですよ。押山監督のすごいところは、もう直接原作者とやり取りして、もう自分が絵コンテ書いて、もう原動画書いてみたいな、もう全部自分で動くと、人任せにしない、全部自分が動くっていうですね、その熱量がやっぱりフィルムに映像になってたんじゃないかなと思うんですよ。そこがですね、なんかアニメの凄さなんじゃないかなと。人任せにすんなっていうね、ほんとね、マジでね、アニメ業界そういうとこすごくあるんですよ。あの人に振ろうみたいな、あの人ダメだったか、じゃあこの人に振ろう、この人もダメだったか、じゃあその人に振ろうみたいなさ、お前が書けよみたいなね、なんかね、そういうところすごくあるのよ、なんかアニメ業界って。じゃあやめればいいじゃん、その作品みたいなね。やりたくないんでしょ、だったら。やりたくないからそんなことなんかたらい回しにしてるんでしょ、その担当カットにしても。作る側もやる気ないし、ただアニメっていうのは原作を売るための宣伝広告でしかないし、アニメスタジオはこの前の作品、オリジナル作品が受けなかったので、原作ものでですね、自転車操業でね、繋がないとスタジオが維持できないから、出版社は原作本を売りたいから、なんか別に好きでも嫌いでもよくわかんないけど、とりあえずアニメ化しましたみたいなのばっかですよ、ほんと正直それはやっぱり見る人に伝わってるんですよ。多分ユーザーに伝わってます。なんかいまいちだったねって。まあでも好きな声優さんいたし、好きなキャラクターが動いてたから、まあよしとしようみたいな、こうそう、みんな心のなんでしょうね、楽しもう個性でもってなんとかですね、ひいき目に見てあげて、いやアニメで見れただけでも私は幸せですみたいな、無理くり好きになってもらうみたいなね、ファンの方優しいんでみたいなアニメ化結構多いじゃないですか、正直。でもこれは本当に正真正銘、監督もその作品に惚れてというか惚れ込んで作ってるし、しかも自分でもう大量にね絵を描いてって、もう作りたいっていう意志で愛に満ちてるんですよ。そのなんでしょう、絵に対する執着とか愛とかそういうものに満ちたこんだけのやっぱ熱量がね伝わったんじゃないかなっていうのがですね、本来は作品作るとか絵を描くっていうのはまあそうであるべきなんですけど、複雑すぎる商業アニメーションの仕組みですね。まあ要するに工業製品と同じようにして作っていくんで、ルーチンで色を塗っていくとか、まあアニメってこんなもんでしょみたいな、アニメの作画ってこんなもんだよとかさ、いやそれやったらこう線がたるからとか、そうすると原作者さん怒らせちゃうからとかさ、なんかねいちいちがこうなんかネガティブなんですよ。攻めじゃなくて受け身の姿勢なんです。その根本の作る時の考え方がね、ネガティブな発想で物事が集団作業化されてるんです。どっちかっていうとアニメの仕事ってこういうカットにしたい、こういう絵を描きたい、こういうようなものを作りたいんだっていう意志がねどんどん薄くなってくんですよ。悪い意味でアニメを作るってことがねすごく仕事っぽくなってくんですよね。でもねそれがねすごく面白いのがですね、作品ルックバックっていう作品の中でも主人公が漫画家さんに、作家になって漫画家になって連載を続けていく上でだんだんこう仕事になってってるんですよね。でもああいう事件を通してまたこう自分は絵を描くってその意思を取り戻していくっていう意味では、それと多分そのルックバックっていう作品を通して押山監督がもう作る意欲をですね、なんかさらにこうみなぎらせていくと、なんかねそれ連動してるんですよ全部。その作り手と作品の中のキャラクターとっていうのが、これがねちゃんと連動してるっていうのがすごいんですよ。というのもなんで自分がそのアニメを描くのみたいな、いや仕事として来たからなんですよねって、正直なところそういう人が多いわけです。アニメに携わる人で。逆にね好きすぎると、これもあるあるなんですけど、大体破綻するんですよ。その作品に対する愛が強すぎるがゆえに集団作業において思い通りにならないんですよ。この絵の解釈が違うとか、この考え方が違うとか、例えば自分が一スタッフとしてやった時に上にいるその創作家なり作家さんの絵がこれ原作ないと違うやんけみたいなあるんです。よくあるんですよ。なんで俺これなぞんなきゃいけないのみたいな、この微妙な絵をみたいなこと普通にあるのね。原作に愛があればあるほど
それがこう無残な形になっていくのを見てしまうというですね、辛い思いをすることもあるんですよ。はい、スタッフさんがね。いや、ルックバックはね、すごいですね。でも本当にこれは原作の絵よりもいいんじゃないかなみたいなのが表情にしてももう絵にしても、だからその原作を超えていくっていうことがいかに難しいか、なんでかっていうと原作者が一番生だからですよね。キャラクターに対する造形だったり、その世界観や作品に対しての造形、それがもう生なんですよ。それの伝言ゲームになってしまうわけですね。その伝言ゲームの時に何をしたいかを察知しつつ、より強める方に行かなければだいたい薄くなって、しょぼくなっちゃうんですよ、大体アニメ化っつうのね。やっぱ原作者の絵って強力なんですよ。表情いいんですよね。アニメーターの方がなんかそのデッサン的に形が取れてるとかそういうことはねよくあるんですけど、そうじゃなくてやっぱ表情とかね、やっぱどうしてもね元の漫画の方がいいなって思うことあるじゃないですか。今回に関してはちょっと超えてたんじゃないですか。わかんないですけど、まあね、いやすごかったですね、その絵が。いや動きがすごいともやっぱ思ったんですけど、僕はなんやかんやとその止めがすごいなと思いました、正直。表情、ディテール、最後ね、ほら一緒に絵を描いてたね、漫画を描いてたってシーンのあたりの止めのね美しさがほんとすごかったなっていう。いや、なかなかこういう作品はねそうそう見れるものではないんじゃないかなと思います。なんかそれだけの強い意志を持ってね作品がね仕上がってくってことがなかなかないので、でもこれはねルックバックっていう一つの作品が劣化せずにこうしかも増幅された形でアニメーション化されたっていうことって多分ね全然皆さんと関係ない話ではなくて、1枚の絵を皆さんねラフで描きました。でもそのラフで描いたものがどうしてもこう劣化するじゃないですか。次自分が線画にまとめた時になんか勢いがなくなったとか面白くない、そういう話なんですよ。別にこれはアニメ業界の問題とかじゃなくて、誰もがその絵を描いたことがある人であれば誰もが体験したことがある、劣化の話なんですよね。でそこからどうしたらそれよりも良くなるかって言ったら、もう元の時の意志よりも強い意志でですね、その元のラフよりも強い意志でもって清書しないと持ってかれるわけです。過去の自分に、そのラフを描いた時の自分にやられるわけですよ。それは結構ね覚悟がいるんですよ。ね、だから気づいたらだんだん最初の絵の方がいい感じだよね、なんかだんだんいまいちな絵になってっちゃうねっていうことって絵描きあるあるじゃないですか。ね、なんかやっぱりね、誰がこの作品の主体なんですかっていうのがはっきりしてないとね、やっぱ作品はダメなんですよね。いやこれは監督任せで、いやこれは総作家任せで、いやこのパートは作家さんで、いやこのパートはそのパートの原画マンでみたいな誰だよこのカット作ったのっていうさ、もうね主体性がないっていうのはそういうことなのね。でそれが積み上がっていくとやっぱりねって感じになりますよ。それはもうねなかなか悲しいことっていっぱいあるんです、そのアニメの仕事するとね。それがですね、これですよっていうね、こういうんだよっていうのはですねほんと感じました。僕はもうなんかそこに感動しちゃったんですよ、僕なんかどっちかっていうと。もちろん作品ね素晴らしいと思うんですけど、だからそこに一番感動しました僕は。もう